自動的に反応していってしまったり、自動的にその映像や見聞きしたニュース、あるいは噂、それから人の考えっていうことにこの影響を受けているんだっていうことに気づいているとすごくいいと思うんですよ。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。お元気ですか？久しぶりですね。そうですね。なんかね、みなちゃんはロンドンのセミナーにいらしてたんですよね。日本のね、5月の大きなセミナーでね、ロミちゃんは通訳をなさって、舞台が終わって、そしたらその後ね、今度はロンドンでまた大きなセミナーがあったんですよね。何年かぶり、8年ぶりぐらいにロンドンが開いて、でもう世界各国からね、トレーナーもお客様も。とても楽しそうでいらっしゃいましたよ。楽しかったです。私自身もロンドンは3回目だったんですけれども、学生時代に行っただけだったから、大人になってからの方がね、ロンドンは楽しかったです。おー、よかったですね。街も綺麗だし、人もみんな優しいし、本当にたまたま1週間お天気がバッチリ良くって。素晴らしい。そう、だから曇ってるロンドンのイメージがこう払拭されて、とても良かったんですね。あらまあ。でもロンドンはなんか景気も盛ってて。なんかよく私はね、それが分かんなかったんだけど、ところどころね、お家が抜けていたりとかしてたけど、街の中はね、みんなお買い物を楽しんでいて、ね、ロミちゃんみたいにこう金融にお詳しいといろいろとね、また見えてることが違うと思うんですけど、なかなかその中でチャクさんも、私たちがその経済っていう信念体系、経済が良くないんだとか、お金がこれから大変なんだとか、その信念体系に飲み込まれていくっていうことは間違ってる方向なんだよってね、その話を聞いた時に私そうかもって思っちゃいました。だってまあ私の年だとバブル全盛期はすごい楽しい、若くて楽しかった時期でしたから、であの時にすごく栄えてたのがなんか景気がガーンと悪くなっちゃったみたいな体験をしていると、そんなに盛ってるとこれから先はうまくいかなくなっちゃうのかなとか、景気が悪くなっちゃうのかなってついつい心配になりますよね。そうですね。いいことがあると次はなんか悪いことがあるんじゃないかしらって心配したくなるような私たちの心理ってあるじゃないですか。あります。そうですね。ちょっとね、買い控えようとか、いろいろなことをこう余暇に使うお金をストックしとかなくっちゃとか、いろいろとね感じますよね。今特にね、やっぱり物価がちょっとずつ高くなってるなっていうことを感じておられる方も多いと思いますし、で戦争があったりなんかすると大丈夫ナフサ、大丈夫石油みたいに思っちゃって先行きをね心配されてる方も多いと思うんですよね。やっぱりそれって過去の恐れを今に持ち込んでくるっていう私たちのこのマインドのね特有のシステムがありますからね。過去に参照点があってそこにあの時にこうだったからこうするべきだみたいに思うし、この過去の自分が良くなかった時から未来を見ていくから、まあ今にいる容量がどんどん減っていってしまって、ね、なんかこう過去にも未来にも引っ張られちゃって今になかなかいるっていうことができづらいですよね。そうね、いつも昔のことを心配しているか、先行きのことを心配しているか、で過去にあったことは未来にもきっと起こる。信じ込んでます。そうですね。この1月のトレーナーズカンファレンスから私たちすごくこの集合無意識のシステムとかパターンとか、そういうものをこう扱ってるじゃないですか。で5月もね、私たちそうやって先祖代々のこととか、それから社会的な、まあ、システムのことっていうこと、それは私たちが被害者になったら必ず自分も加害者になって誰かに害を与えているんだっていう、その受けた被害をどんどんたくさんの人に渡しちゃっていて、この世界的な不景気だったり、あるいはそういう戦争っていうことに自分も加担してしまって、このネットワークの一部になっているところからそのシステムを癒して出ましょうっていうことをずっとやってるじゃないですか。なんかあんまり考えたくないんですけどね、自分が加害者だなって、私はいい人だって思いたい。思いたいですよね。特に被害者でいたいけど、加害者ではいたくないからね。まあ被害者も嫌ですけどね、嫌ですけど、でも加害者もっと嫌かも。そう、被害者より加害者の罪悪感の方が扱いづらかったりとかするんですけれども、シャークさんは世界中どこに行ってもこのワークをなさいますから、私たちの中の自然とこのマインドが走っちゃってると、ニュースを見ては被害者になったり、そこからこう怖くなって旦那さんに当たっちゃったり、子供に当たっちゃったり、奥さんに当たっちゃったりっていう、知らず知らずのうちに自分のこの恐れとか、そういうことから、また加害者の方に転じてしまってるっていうことがやっぱり起きてくる。私たちがそうやってこの気づきを持たないで、自動的に反応していってしまったり、自動的にその映像や見聞きしたニュース、
あるいは噂、うん、それから人の考えうんっていうことに、この影響を受けているんだっていうことに気づいているとすごくいいと思うんですよ。そうね、うんそうね。ついついね、引っ張られますよね。そう、本当すぐに影響を受けますから。うんでも影響を受けているんだっていうことに気づいていれば、もう私たちはその影響を受けているというシステムの中からは出ていますから。だからやっぱりこの、どういう信念体系に自分がどういう反応をしたのかっていうことに気づいているっていうことが、やっぱり大事。気づいていればいいの？そう、気づいていればこの信念体系からは出てるっていうことだから。なるほど。気づいていないっていうことは、この信念体系の中で一緒に動いているっていうことで飲み込まれていて、どんどん下に行っちゃってるっていうことですから。じゃあ、景気が悪くなっているっていうのも、そういうことに引っ張られてる私がいるっていうふうにここで見てればいいの？そうです、そうです。まずそこに気づいてるって。ね、実際にそういうことは株価は毎日、ね、上がったり下がったりしてて、儲かってる日もあれば、下がってる日もあるだろうし。下がってる日はこれからずっと下がるんじゃないかと思って、とても心配になります。ね、儲かってる時には、あらってきっと思われると思うんですよ。私って頭いいかもしれないって思っちゃいます。そう。だから、昨日と今日は何も変わってないわけです。はいはい。ね。だけど、何か誰かの、発言によって、何かの戦争によって、って言って簡単にこの上下するわけですよね。だから株価っていうのは集団的なその感情によって動いているっていう人もいる。確かに。わけですよね。だからみんながこうヒステリックになってる時にはわーって売ったりとかわーって買ったりとかっていうことで、いつも思うのはそのお金どこ行っちゃうんだろうなっていつも素人は思うんですけれども。面白いですよね。皆さんそうおっしゃってくださって、買ってる人がいるってことは必ず売ってる人がいて、それが成立してるってことは、勝ってる人もいれば負けてる人も同時にいるってことですよね。そうです、そうです。全員が負けてるわけじゃないってことですよね。そう。多分全員が負けてたらその株は買わないだろうし、売られないと思うんですよ。だからその勝ちと負けっていう二元性がどこから来ているのかっていうことを気づいてみるっていう、それがあまりにもナチュラルだし、あまりにもね、日本が寝ている間はニューヨークはオープンしてるわけだし、ね、土日の時にはどこかのマーケットが開いてるわけだから、集合的には動いてるわけですよね。わあ、損したって思っているけれども、自分が買ったものがそれよりも安くなっちゃったら。だけど、その陰には、逆で買って、儲かってる人がいるってことですよね。そう。だから勝ってるっていうことと負けてるっていうことは、勝ってるっていうことはいずれ負けるってことだし、負けてるっていうことは実は勝ってるっていう罪悪感を隠している可能性もあるわけですよ。でも景気が悪くなると思うのは、景気が良かった時には必ず悪くなるだろうって思うし、悪い時には良くなるだろうってなかなか思えないけどね。ね、だから悪くなった時にどうなることを恐れてるのかっていうこと、何が起きるかってことですか。自分が何を見てるかっていうことですよね。そうよね。同じ状況の中にいても、みなちゃんが心配になることと私が心配することがちょっと違うかもしれませんね。そうです、そうです。だからやっぱり勝ちと負けとか、光と闇もそうであろうけれども、その二元性っていうことの中に私たちが取り込まれているときに、簡単にこうフリップしちゃうっていうか。なるほどね。なんか私のお知り合いの方でね、事業がね、今一つやっぱりこういうご時世で、厳しいなっていうことで、お家を売られたんですよ。で、それで資金を作られたんですけれども、その資金で安くお家を買える郊外に引っ越されたんですよね。そしたらね、ものすごくクオリティオブライフが上がっちゃったんですって。駅までも近くて歩いて行けるし、その行くまでの間も公園だし、でもってなんか朝ね、ピーチクパーチクね、鳥の声とかも聞こえてね、ものすごく環境が良くて静かでね、いやー逆に生活が良くなったのよ。でもって喧嘩もしなくなったし、みたいな、そんなお話を聞かせていただいてね、多分、事業がキツキツで苦しいわって思っていらした時には、気持ち的にはね、負け組の気持ちになられたかもしれないけれども、でもいいところを見ると全然そうです、そんな話じゃなくって、もうとっても良かったわみたいな、帰って良かったかもみたいな、そんな風にも思えるっておっしゃってましたよ。素晴らしいですよね。そこでその喜びを選択できるっていう力も素晴らしいし。そうなの、喜びをそこで見れることですよね。ずっとなんかうまくいかなかったことだけにギュッてしがみつくんじゃなくってね。だからやっぱり変わらないっ
変わりたくないっていうその執着してるとやっぱりどんどん苦しくなっちゃうのかもしれないですね。確かに確かに、何に執着しているのかなって考えてみるといいのかもね。そうですね。なんかないなとかダメだなとかって思ってる時っていうのはね、ひょっとしたら何かに執着しちゃってるからそういう考えから他のものを見ることができなくなってるのかもしれませんね。それはこう物とか人だけじゃなくって、その自分のイメージ、イメージに執着してるっていう人もいるからね。あ、そう。人からどう見られてるかっていうことがすごく大事。そうね。そうね。それがとっても大事な方もいらっしゃいますよね。パワーを持ちたいから、かえってネガティブな方にいるっていう場合もあるでしょ。自分が恐れを感じたくないから切り離してポジティブな、エセのポジティブな方にいるっていう場合もあるじゃないですか。だから自分の中のマインドがどういうことをこう追いかけてるし、どういうところから出てきてその今に至ってるのかっていうことをやっぱり見ていくっていうことが一つだし、セミナーとかカウンセリングに見えて良いことっていうのは自分が自分に気がついていないことを学べるっていうことなんですよね。それは最善の良いことであって、大人になっちゃうとこれが私って言いがち、だけれども自分が自分に対して持っている盲点とか、相手にとって見ている盲点っていうことが明確になってきた時に、またいろいろな違いを持って前に進んでいって、先ほどの方のように、お家を手放して新しいところに行って新しい良い生活を受け取って喜びにあふれていくっていう、そういうプロセスもやっぱりあるんだと思うんですよね。でこの会社じゃなきゃって思ってたけれども、案外そうじゃないところに本当の幸せがあったりっていうこともありますよね。そうですね。だからやっぱり自分自身が何が一番最適なのかとか真実なのかっていうことを自分でも分かってなかったりするのかもしれないですね。だとすると、起きてる出来事はきっといいことなのかもしれないという目で見てみる。ってことがすごく大事みたいですね。そうですね。一見どういうふうに見えようとも、最善が起きているんだっていうところから見ていったときに、どんな違いがね、またそこで生まれてくるのか。それこそ気がついてなかった、あるいは忘れ去っていた宝物を発掘するような、そんな感じがありますね。ね。私たちがね、また次にする、ズームのセミナーがありますけれどもね。その中でもこう、ね、私たちのこの宝物がどんどん出てくるようなそういうことをお話しできたらいいですね。本当にね、私たちが気づいてない、もうすでに忘れ去ってしまっていた素晴らしいものが私たちの心の中にまだ眠っているかもしれない。それをどんどん引っ張り出してってみると、この新しい時代にできることっていうのが見えてくるかもしれませんね。そうですね。胸の奥にこうしまっていて、もうそこは忘れちゃってた部分っていうところにお宝がある可能性は。すごい、こんな才能を持ってたなんて。楽しみですね、私たちみんな。今日を基地に変える、そういう力を私たちが持っているっていうこと、それを忘れたくないですね。そうですね。ぜひまたセミナーやカウンセリングにいらしてくださいね。はい。またね。お知らせです。どうやら私たちは2時間のミニセミナーをズームでするようですよ。いつですか？はい。今年のですね、7月3日、19時30分から21時30分までです。初めてのオンラインミニセミナーなんですね。みなとロミのビジョン心理学サロンのミニセミナー、オンラインになります。テーマは、オープンザトレジャーチェスト？心の宝箱を開けるっていうテーマなんですね。何ですか、その宝箱って。宝箱が何なのか、宝箱が心のどこにあって、それを開けたらどうなるかっていうことを2時間でたっぷりお話ししたいですね。美しいですね。ぜひぜひぜひご自分の宝箱を発見したい方。そうですね。開けてそれを人生に活用したい方、お待ちしてます。ミニセミナーです。はい。それでは4月3日にお待ちしてます。19時30分です。